28話、新たな力の解説と考察まとめ。ボルト、トゥーブルーボルテックス、28話掲載の V ジャンプ1月特大号が、2025年11月20日に発売された。前回27話、命を落としてでは、人真珠、マムシの襲来に備える忍びたちの様子が4つの場面に分けて描かれた。1つ目はデイモンがサラダとスミレの2人を追い詰めたシーン。レイダはサラダたち2人が魅了の効果にかかっていないことを見破っていた。それでも彼女がデイモンに攻撃をさせなかった理由は、能力の影響を受けない普通の友達を望んでいたからであった。自分の無意識がサラダとスミレを全能から除外したと振り返っている。サラダたちはエイダの望みを受け入れた。その後、スミレはボルトから剣の修復を頼まれている。2つ目は家臣孤児がマムシの能力と対処法を伝えているシーン。ボルト、イノジ、鹿丸の3人に話していた。孤児によると、マムシは分裂する能力を持っているという。マムシは力の変わらない本物の分身を際限なく作り出せる。その代わり、知能を分散させてしまう。忍びたちはこの性質を利用して、マムシが2、30人に増えたところを一気に畳むという対策を考案。加えて、孤児はイノジンにこの戦いでの要となる真術を伝授するという。それは、神殿神の術の上位互換となる術であった。3つ目はアマドとカワキがジュラの映像を見て分析しているシーン。アマドは人真珠の強さを痛感していた。その一方で、カワキはジュラとの戦いで手応えを感じたと主張。アマドにさらなる力を要求していた。しかしアマドによると、これ以上の強化はカワキの体が持たないという。4つ目はこのハマルが尋問にかけられるシーン。コブはこのハマルの話す様子から、ボルトの内通者は別にいると判断した。その間、このハマルに鹿丸から極秘の連絡が入っている。鹿丸は自分がボルトを尋問から逃がしたと明かし、協力を求めた。そして数日後、マムシが木の葉に侵入するというところで27話は幕を閉じた。28話はここから展開される。この動画では28話、新たな力の解説と考察をやっていこうと思う。このチャンネルでは、ナルトやボルトを他にはない視点で深掘りしていきます。新たな発見や面白さにつながると思いますのでぜひチャンネル登録をお願いします。28話は、木の葉でマムシとの戦いが勃発する様子が描かれた。この戦いで指揮を執る鹿丸、彼が非公式の通信で、木の葉の一部の者に作戦内容を伝えている。作戦の参加メンバーは、この戦いにおいてボルトに敵対しない者が選ばれた。鹿丸はイノジンの新たな術、神殿人の術を使って、捕らえたマムシの居場所をメンバーに伝えるという。早速イノジンが木の葉に侵入したマムシの一体を確認。近くに時空間移動したボルトがマムシに斬撃を食らわせることで対処した。しかし、そばにいたもう一体のマムシが4体に分裂。加藤忍術で攻撃する。この攻撃に対応するため、ボルトが発動した術はカーマだった。ボルトが大筒木の基本能力である術の吸収能力を使用したシーンで28話は終わった。ボルトがカーマを使ったということは、桃式と共闘することを意味する。25話で2人がどのような契約を交わしたのかが気になるところ。次回は29話。第1部の29話のタイトルは影分身の術であった。第2部のボルトが使用どころか、言及すらしていない術である。カーマの暴走のリスクが高まることを危惧して使用してこなかったのだと思われるが、この問題も桃式との契約によって解消された可能性がある。カーマに続いて、影分身の術の解禁にも期待がかかる。作戦ではマムシが2、30体に増えたところを一気に叩く形が理想とされていることから、最終的にボルト側の人数が足りなくなることが予想される。ボルトの影分身がマムシの分裂への対抗策になるかもしれない。また、他の木の葉の忍びの協力もあるに越したことはないだろう。その木の葉の忍びはというと、まだマムシの侵入と目的に気づいていないという状況。上層部がマムシの目的に気づいた時にどのような反応を見せるのかが少し心配な点である。マムシはただ、エイダを捕食するために動いている。木の葉を破壊する意図はない。加えて、本来エイダは木の葉にとってよそ者であり、協力関係にはない。エイダはもともと、そのあまりに強大な力から木の葉の脅威とみなされていた存在。レイダ自身も、木の葉に住んでいたカワキに恋心を抱いていたことから移住しただけである。その中で、サラダとスミレには彼女の不意をついて攻撃するという話もあった。こうした背景から、エイダを守る理由がないと考える者が現れてもおかしくない。木の葉の人々からすると、今はエイダを守るためになぜか木の葉が戦場として利用されている状況。非常に迷惑な話である。木の葉で戦う理由にボルトが絡んでいることを知ればなおさらそう思うだろう。最悪の場合、上層部の間でマムシにエイダを差し出すという選択肢も出てくる。その中でも、木の葉全体が意志を統一してマムシと戦えるかどうか、これが今後の物語の見どころとなるのかもしれない。前回27話では、イノジンとスミレにそれぞれ課題が与えられていた。1週間後、マムシが木の葉に現れるまでが期限とされていたが、
実際はかなり早まっていることが今回の話でわかる。それにもかかわらず、二人は無事に課題を済ませていた。28話はイノジンとスミレの成長を感じられる内容となった。二人の課題の詳細を解説する。一方のイノジンには、新しい忍術を習得する課題が渡されていた。その新しい術の名前は神殿人の術。この術で15人ほどの間で連絡を取り合うことができるだけでなく、その受信者の周囲で発されている振動を感知することもできる。マムシはチャクラ反応を消す能力を持っていることから、チャクラ感知以外での索敵能力が必須とされていた。神殿人の術はマムシから発される固有の振動を特定し、遅くすることができるため適している。イノジンはこの術を考案する可能性を生かし、1日で完成させるまでに至った。孤児から未来の情報を伝えられているとはいえ、凄まじい容量の良さである。イノジンは愛するひまわりのために神殿人を習得した。彼が彼女を守り通せるかどうかが今後の見どころとなる。そしてもう一方のスミレは、ボルトから剣の修復を頼まれていた。単に直すのではなく、スミレが未来で発明する技術を使うことも求められた。その技術の一つが、塚に触れたもののチャクラを自動的に吸い取るというもの。デメリットの印象を受けるかもしれないが、もともと剣にチャクラを流しながら使っていたボルトにとっては都合がいい性能をしている。ボルトがわずかにと発言していることから、チャクラを過剰に吸い取っているわけでもない様子。ボルトが使っている内波流剣術羽衣は、剣にチャクラを流すことで切れ味と耐久性を維持するというもの。しかし、相応の集中力が求められるという点がジラとの戦い以降の課題となっていた。集中を欠いてしまえば剣を欠けてしまうことになる。スミレはこの欠点を補う機能を剣に与えた。剣がおのずとチャクラを吸い取るため、ボルトの集中の有無に関わらず剣術が継続される。ボルトは羽衣の他にも、飛来神の術にも集中力を割くことが多い。スミレの技術のおかげでこの術の瞬時の使用が容易になった可能性がある。また、スミレは剣を他人に奪われた場合も想定していた。登録したボルト、サスケ、スミレ以外のものが剣に触れた時、剣がチャクラを過剰に吸い取るようになっている。この効果からは第1部18話で登場した科学忍具、チャクラ塔が想起される。塔の片付けが発明したものだったが、必要以上にチャクラを吸い取ることから未完成であった。ボルトがアウトの戦闘中にこの刀を持たせ、チャクラを消耗させたシーンが印象的である。スミレが片付けの技術を継いでいたということがわかる。チャクラ塔はボルトとスミレの共通の思い出でもあることから感慨深さがある。さらに、スミレはボルトの剣にもう一つ機能を与えているようだ。特殊な素材を合成しているというが、その後の発言内容は28話では明かされなかった。個人的にはカワキの真術、少な彦内の対策となる生物的な要素だと考えているが、皆さんはどう考えているだろうか。ぜひコメントで教えてほしい。今回スミレが明かした技術はどちらかというと、片付けの技術をスミレが完成させたという印象がある。スミレが発明した技術は、この特殊な素材に秘められているのかもしれない。ちなみに今回修復された新たな剣を第1部冒頭の剣と比べてみるとこのようになる。個人的には鞘も含めて結構変わったという印象を受ける。これから起こるであろうボルトとカワキの決戦でどうなるかが気になるところ。起こりうる未来が変化しているということなのか、それともただの修正なのか、いずれにしても楽しみな要素となるだろう。洗脳の逆転現象により、全てを失ったボルトであったが、今や多くの協力者が彼を支援している。しかし、それはコードの出現による危険性が増したことを意味する。コードはジラから課題を与えられている。その内容としては、ボルトとその協力者を始末するというものであった。つまり、今回のマムシとの戦いにおいて、コードの選択肢が増えている。幸い、現状ボルトの協力者が誰なのかを知っている者は作戦のメンバーの一部のみ。ただ、ボルトに協力している者が誰なのかをコードに知られた途端、マムシとの戦いはさらなる混乱に巻き込まれるだろう。誰から狙われるだろうか。今回の作戦の指揮を執っている鹿丸が狙われるという可能性は比較的高い。コブによる追及次第では、鹿丸がボルトの情報源と判断されるかもしれない。コードが最も憎んでいるボルトの前に現れる可能性も当然あり得る。さらに、マムシと対峙している忍びも危ない。マムシは真術、爪痕で覆われていることから、分裂の能力も相まってコードがどこから現れるかわからない。不意打ちにもなるだろう。現在は人真珠に注目が集まりすぎて警戒が弱まっているが、ある意味で人真珠よりも残忍な性格を持つため危険である。コードは木の葉の人々を無差別に襲った張本人でもある。突然の犠牲者が出る可能性は大いにあると言えるだろう。ただ、コードがエイダの前に現れた場合は違う動きを見せると考えられる。その理由はエイダの能力、魅了にある。コードはこの能力にめっぽう弱く、エイダに逆らうことができなかった。最も憎んでいた対象であるカワキの始末を後回しにするほどである。第1部76話では、
エイダを守る役目が欲しいとまで思っていた。このことからおそらく、コードはエイダの前でのみ味方になる。マムシとの戦いは、コードが現れる可能性を考えることでより面白くなる。以上が最新28話の解説と考察になります。過去の解説、考察動画では、28話時点でもまだ明かされていない内容に関する解説や考察もしていますので、よければ視聴していただけると嬉しいです。ここまでの内容は、個人的な妄想を多分に含んでいます。多めに見ていただけますと幸いです。今回の動画に関する感想や意見がありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。もしこの動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。